皆様、本日は、お休みのところ、遠路ご足労いただきましてありがとうございます。本日、司会を務めさせていただきますのは、主催者の、田村和久と申します。よろしくお願い申し上げます。最初に、特に日本の皆様にですね、憲法の簡単なご紹介をさせてください。世界的に高名な、憲法ソーダルジェ・リンポチェ、チベット仏教の構想であります。ハーバード大学、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学をはじめ、世界中の各国の大学を講演で回られまして、今回が初来日の講演、そして最終日となります。それでは取材者を代表しまして、皆様を代表して、主催者より憲法の方に課題を贈呈させていただきますので、よろしくお願いいたします。それではじゃあ、リンポチェ、ご法話の方よろしくお願いいたします。それでは今夜の献花でイギブク平和祈願観の発揮地の援助な流れによって最初に皆さんに仏教の基本的な教えとその精神に基づいた簡単な開示を丁寧に行います。その後心を込めて皆さんと共にこの大切な祈祷法会を始めさせていただきましょう。まずここで感謝の意を表したいと思います。今回私が日本に来るまでの全過程において多くの準備チームやたくさんの方々がさまざまな仕事をしてくださりました。その他にも多くの団体や、学校など本当に数えきれないほどたくさんのご支援をいただきました。本来なら毎回彼らに感謝すべきな、今日は私の日本での最後の行程なので今回の訪日に関わったすべての主催団体や協力団体、そして間に入ってくださった発信者やスタッフの方々、ボランティアの皆さんも含めて特に感謝申し上げます。本当にお疲れ様でした。本日の平和法会の開催に先立ち、皆さんにぜひともお伝えしておきたい大切なことがあります。それは私たち仏教徒の皆様だけでなく、非仏教徒の皆様にも深く関係する。日々の生活におけるさまざまな取捨選択と、その結果として生じる因果の道理についてでございます。今の社会にとって、私はこう思います。因果の取捨は非常に重要で、しかし信じていない人もいますし、表面的には信じているように見えても、実際には悪行を断ち、善行を行うことにおいてやや脆弱であまりうまくできていません。ですので、この点について少し皆さんに注意を流したいと思います。今、世界中の非常に多くの人々は毎日物質的な罪やお金を誓えることに非常に忙しく時間を費やしており、そのために多くの時間を費やしています。そのために多くの時間とエネルギーを費やしかし本当に自分自身を内観すること、自分の人生や生命を内観すること、自分の内面的な価値観については多くの人があまり関心を持っていません。実際、私たちが生まれ変わりを重ねる中で本当に利益となるのは善行だけです。生まれ変わりを重ねても私たちに不利益で何の利益ももたらさないのは悪。この点については誰もが非常に細かく考える必要があります。もし人生がたった数十年の短いものであればそれで終わりかもしれませんが、無神論が言うように考えるならそれでも構わないかもしれません。しかし実際には中世はそうではありません。だからこそ私たちは自分の未来や将来についてもしっかりと考えるべきなのです。私たちが人間界で行っている多くのことは来世になれば役に立たないかもしれません。例えば、今日私はたくさんのお金を貯めたとしても家があり車があり様々な財産があったとしても、しかし私が死ぬ時にはそれらは全て持っていけず一銭も持っていけません。唯一
私たちが持っていけるものは根性で私が積んだ積んがい業だけです。それは私たちの荒屋敷、つまり心の深層に種子の形で存在し続けるのです。多くの人は一生懸命に働き続けますが、しかし本当に来世で自分に利益をもたらすものはごくわずかな善行しかありません。ですから、時には因果の著者について皆さんはもっともっと善行を積むべき。ブッダも経典の中でこうおられています。終生のあらゆる行は八劫を経ても滅びることはない。因縁が集まった時、その果報は必ず成熟する。つまり、私たち終生が作ったこれらの行は、百劫何万年系統とも決して尽きることも消えることもありません。ひとたび因縁が揃った時には、必ずその悪行の果報による苦しみや、またその善行の果報による喜びを、そして必ず体験することになるのです。ですから私たち仏教徒としても、もし因果を心から信じていなければ、因果の取捨選択をしっかりと行わなければ、それは表面的な修行者に過ぎません。ですから、優れた修行者かどうかは、その人が因果の取捨をどうしているかにかかっています。もし因果の取捨がしっかりしていれば、たとえ表面的に善行が多くなくても、実際には修行者となることができるのです。次に、私は平和についてお話ししたいと思います。なぜなら、私個人としては特に称賛したいのです。人と人との間、民族と民族の間、国と国との間でも、皆が平和共存すべきだと思います。互いに尊重し、理解し合い、学び合うことが大切です。さらに重要なのは、慈悲の心で互いに接し、皆を助け合うことです。お互いを深く尊重し、そして依頼うべきです。現代社会の普遍的な理念から見ても、また仏教の崇高な観点から見ても、これは非常に重要なことです。このような、深く平和な、あるいは慈悲の心や愛情が家庭の中に備わっていれば、その家族はとても温かく温もりがあり、幸せに過ごせます。もしそれが集団の中であっても、同じように幸福がもたらされます。それが国家の中であれば、国もまた安住と幸福に積まれるでしょう。ですから、今の私たちの世界も本当に愛が必要なのです。もし私たちに愛がなければ、様々な怒りや憎しみの心が生まれてしまいます。それは個人にとっても世界全体にとっても恐怖をもたらすのです。皆さんもよくご存知の通りです。本日私が平和発揮を行うのは、実際には一方で日本というこの地で長年にわたり様々な地土水下部風の災害ができたこともあり、関係する方々の高揚も必要ですし、同時に将来すべての国の人々が安寧で静かな状態で暮らせるよう祈るためでもあり、時には私たちが歴史を振り返ると本当に衝撃を受けることもあります。例えば前世紀のことですが、世界中のすべての国や都市の中で唯一原子爆弾が日本の広島と長崎に投下されました。確か1945年は4月6日と9日だったと思います。この2日間でそれぞれ12万人と7万人が亡くなりました。行方不明者も含まれています。短い期間でこれほど多くの命が失われたのです。時にはこれによって人々は戦争の恐ろしさを思い出さずにはいられません。先日私がアフリカにいた時、彼らはこう言いました。日本で、マグニチュード4の地震があったと。昨夜もマグニチュード4の地震があったそうです。しかし日本人にとっては
普通のことです。彼らは命はいつでも無償の中にあると感じています。それは恐ろしいことではなく、無重をよく受け入れているのです。時々は私は考えます。もしかしたらこちらの宗条は以前特別な行を作ったのではないか。なぜなら以前ワンナインツースリー年から始まって、日本では当時歴史上非常に大きな地震が発生しました。その時からこの世紀の2011年まで、その期間中には大小様々な地震が何十回も実際に発生しています。中には1万人以上が亡くなった地震もありました。また何千人も行方不明になったこともあります。中にはそれほど多くはない場合もありますが、それでも数千人、数百人が、だから時こうした歴史を見ると、時々こうした歴史を見ると、人の命はこんなにもつぼいのだと感じます。今回私たちが平和波起を開くことはとても必要なことです。今日世界中の多くの人々も祈りを捧げたり、様々な法会を開いたり、特に昨日フランスのパリで発生した銃撃事件では、現在すでに報道されている通り、100人以上が命を落とし、数百人もの人々が負傷しました。こうしたあえれない命たちすべてに祈りが必要です。これらすべてに私たち世界中の人々が様々な方法で関心を寄せる必要があります。今、シリアでもそこにいる戦争難民たちも同様です。すでに家を失った人々は400万人以上にも上ります。私が日ヨーロッパの国々に行った時、多くの人が各国で庇護を求めていました。こうした状況を知った後、これらの人々が本当に気の毒に思えました。アフリカの国々にも難民がいます。彼らの国の中にはダイヤモンドがあるところもあります。そのダイヤモンドはとても貴重です。そのため、世界中の多くの裕福な国々も奪い合って、彼らの中には内戦、つまり国内の戦争に頼っている人たちもいます。現在、難民はおよそ500、600万人いると言われています。彼らは30年以上も苦しみ続けています。災害のある場所に彼らは30年以上も苦しみ続けています。一部の国では戦争はすでに収束し独立を果たしましたが、まだ戦乱の中にある国もあります。このような状況を見ると本当に恐ろしいと感じます。実際、時には私たちも戦争や気球時、災害の場所に行ってみる必要があると思います。その時になって初めて人の命がいかにすごいかを知るのです。私は日本の若者の中には不満を感じている人がいると聞きました。うつ病になったり、あるいは自殺を考える人もいるそうです。でも、あなたたち多くの若者は食べ物もあり、着るものもあります。仕事も悪くなく、服装もとてもおしゃれです。あらゆる面で条件がとても恵まれています。でも、なお自殺したいとか、鬱になるというのは、なんだか信じがたいことです。こうした貧しい人々を見ると、その時になって初めて、人の命には本当に価値があるのだと感じるのです。今日、私たちは世界中のすべての人々が心身ともに幸せになり、戦争や災害が収まるようにと願っています。観音菩薩に祈りを捧げます。同時に観音菩薩と阿弥陀仏にも祈りを捧げます。かつて様々な災難の中で亡くなった命たちが究極の安楽を得られるように、また私たち人間が自分の食欲を満たすために多くの無実の動物や命を殺してきたこともあります。これも実際には人間と動物の間の戦争なのです。この時、私たち人間はすでにテロリストになってしまっています。ですから、私たちが他の命を奪うという非常に罪深い行為も極めてすまわしいものです。そして、これらはすべて私たちがその一つ一つを心から深く真摯に参回すべきことです。
とです。私たちがこのような法会を開くときには、観音菩薩の真珠マントラを用います。観音菩薩の瞑想を用います。観音菩薩は実際にはすべての仏菩薩の大いなる慈悲が一体となった尊い本尊です。どんな人であっても、もし一心に観音菩薩に祈るならば、その無限の慈悲の心は私たち一人一人無限の舵と力をもたらしてくれます。今、私たちの多くは仏教を研究したり学んだりしている人もいますが、しかし本当に修行しているかというと、あんまりできてない人もいます。また、私の知り合いの友人の中にも本を読むのが好きな人がいます。仏教の様々な深遠な見解を知るのも好きです。しかし、実際に修行するとなると、もしかすると観音真珠10万遍すら唱えたことがないかもしれません。ですから、もしあなたが単に研究が好きなだけなら、それはまた別の話です。もし理論的な研究だけでなく、実際に本当に何かしらの感覚や体験を得たいのであれば、実はどの方も長期的に修行するべきなのです。例えば、ある人がダイヤモンドの指輪を持っているとします。その人は一生の中でそれをとても大切に隠しておいたり、あるいは使ったりすることができます。同じように私たち人間、特に修行者としては最も、貴重な訪問を自分の一生の中で自分の心の荘厳と大切にしまい、長く使い続けるべきです。今日私たちが唱えた観音真珠観音菩薩の儀器、その豪徳は非常に大きいのです。全知マイペンリンポチェも百中高徳の中でこう述べています。観音真珠は見て快脱し、聞いて快脱し、思い出して快脱する。思い出すだけでも快脱を得られます。触れて快脱する。接触でも快脱があります。つまり、私たちが他の人が観音真珠唱えている声を聞いた場合も、それはその人意義深いことです。心で真珠を鑑賞することは非常に意義があります。さらにこの発本に触れることも、それに触れるだけでも多くの意味があります。私たちはまたよく見たり聞いたり思い出したり触れたりする必要があります。ですから今日皆さんが法会を行うときにはとても誠実な心で臨むべきです。時にはこう考えてみてください。これらの災難の中で苦しんでいる習性は本当に愛怜です。彼らに対して悲しみの心を起こして念情しましょう。時には観音菩薩に祈りながら念情し、時には自分自身の心で空性の状態にあずしながら念情します。様々な方法でからかな心、誠実な心で観音菩薩に祈り、観音真珠や普賢教難品語を用いて、私たちは世界の平和を祈ります。すべての衆生が一時的にも究極的にも幸せを得られるように願います。さて、これから散歩に帰したい方がいらっしゃいます。帰依の方法には過密あります。最上のものは、すべての衆生が幸せを得るために帰依します。中等のものは自身の下脱のため、野党のものは健康や平安のために帰依します。どのような心持ちであっても、これから式への下受を唱えます。私に続いて3回と唱えてください。ラマラキャプスムチョウ、サンジェラキャプスムチョウ、チョラキャプスムチョウ、ゲンダンラキャプスムチョウ、ラマラキャプスムチョウ、サンジェラキャプスムチョウ、チョラキャプスムチョウ、ゲンダンラキャプスムチョウ、ラマラキャプスムチョウ、サンジェラキャプスムチョウ、チョラキャプスムチョウ、ゲンダンラキャプスムチョウ、ラマラキャプスムチョウ、サンジェラキャプスムチョウ、チョラキャプスムチョウ、ゲンダンラキャプスムチョウ、
첨기 저런 겸매장 저런 넘버를 더단다 논선에버 저런 바로 신조쇼 아홍 반저런 거를 밤마서도 홍 만에 밤에 홍 반저 사도 홍 아라바자 나르드 다레 수하 마마호는 수하以上をもちまして、憲法ソーダルジェ・リンポチェの、観音菩薩法会を終了いたします。ここで、皆様、リンポチェに改めて盛大な拍手をお願いいたします。リンポチェ・トレチェ。それでは皆様、ご起立でリンポチェ退席されますので、ご起立合唱で、お送りください。